はい、どうもこんにちは、ゆういちろうです。今、社会で求められている、そしてほとんどの人が伝えられていない貴重な知識、デザインを正しく学ぶための YouTube、ゆういちろうデザインカレッジ、今回も始めていきたいと思います。今回の内容としてはかつてないほどビジネスでデザインが必要とされているという内容なんですが、前回もお話しさせてもらったんですが、感覚的には十数年前ってデザインっていうと、色とか形とかをかっこよく美しくする作業、いわゆる狭い意味でのデザイン、前回お話した通り狭い意味でのデザインとして捉えることが多かったんですが、実際はですね、今もこういう捉え方で使われていること多々あるんですが、ここ十数年で、だんだんですね、デザインというワードがあちこちで使われるようになってきたんですね。なんか書店の平置き本とか、ビジネス界隈のシュッとした人とかが言っているのとかは、聞きませんかね。デザイン思考とか、UX デザイン、人間中心設計とかも言われたりするんですが、デザイン思考とかですね、UX デザイン、今、人間中心設計とか言われたりしてるんですが、あとはですね、もしかするとデザインドリブンとかいうワードですね、聞かれた人も多いかと思うんですが、今まで出たワード、デザインを学ぶ上ではこれはすごい大事なものなんですが、今回はね、掘り下げることはまだしません。導入的なお話なので、ただですね、クリエイターの界隈もそうなんですが、そうでないビジネスマンの界隈でもめちゃくちゃ出てきてるんですよね、さっきのワードが。デザイン思考とか UX デザインとかをビジネスに使っていこうというね、ことがかなり注目されているんですね。かつてないほどデザインというものが注目されて、必要とされてきていますと。で、これも前回軽くお話しさせていただいたんですが、結論だけ言うと、時代がですね、答えを出すことに優位性がなくなった。そして、そもそもの問題を探せる能力が重宝されてきたということですね。かつて人は、いろんな問題抱えてましたよね。生活をするにもビジネスをするにも、足りないものがすごく多くて、そしていかに足りないものを満たすかという、いろんなものを生み出すこと、が正しかった、賢かったわけなんですね。しかしそれが満たされてしまったと。コンビニに行けばですね、24時間大概のものはありますよね。なかったとしても、Amazon でポチッとすれば、Amazon ですね、ポチッとすれば明日にはもう届いてますよね。結果、正解が飽和した反面ですね、問題がとっても少なくなった、というか見えにくくなったんですよね。皆さん、人も社会も、悩んでますよね。なんならですね、路頭に迷ってる人もいますよね。悩みはあるでしょう。あなたの会社も悩みはすごくたくさんあるでしょう。それをですね、簡単に解決できますかっていう話なんですよね。Google でね、ググって解決することってあんまり悩まないですよね。そもそも問題が何なのかすら本当のところ分かってないんですよね。人も、会社も。会社の問題は特にね、そうなんですけども、あくまでこれ例なんですが、過労問題が取り出された時ですね、各企業が何したかっていうと、各企業こぞって働き方改革って言って、叫んでましたよね。それで出した解決策が、残業するなーなんですよね。じゃあ今までね、こなしてきた業務量が減るのかと言ったら減らない。売り上げを落としてもいいんですか？それはもう絶対ダメ。じゃあやる気のある人は残業してもいいんですか？それもダメですと。これ話すと長くなるんで短めに留めますが、結局ですね、こういった解決策ですね、根本的な、問題が解決になってないと。根本的な問題が見えてないってことですね。そしてその問題っていうのが、全ての会社、っていうのがね、同じなわけないんですよね。なので、この問題っていうのはですね、細分化していくと、得意先がですね、明らかに残業しないと不可能ね、終わらない問題、ような仕事を押し付けてきてますとか、明らかに、間に入ってる営業がね、機能していなくて、修正とかですね、出し戻しが起きまくってる。とかですね。明らかに社員のスキルが足りなくて、もしくはモチベーションが低すぎて、仕事が遅いですとか、いうですね、根本的な問題をね、掘り下げていくとね、あるんですけど、そういうものって各企業とかね、各社員を見て、聞いたりね、それぞれしていかないとわからないですと。そういった個々の問題を見つけること、そこにね、それ自体に価値はあると。そして、その個々の問題を、見つけるような考え方を持ち合わせているのが、どうやらデザイナーであると。ビジネスパーソン、この、
この業界ですね。この社会で気づかれ始めたんですね。今挙げた問題というのは相当大きな問題なので、いわゆる一般のデザイナーというものが普段の業務で扱うようなものではないのかもしれませんが、問題を見つけるというこの考え方、これに希少なね、価値がありますと。デザイン思考とかですね、UX デザインとかが扱うものっていうのが、まさにこういう考え方で、その考え方を使って答えをですね、サービスを、ものを作り出すと。広い意味でのデザインで、そういう考え方を用いて問題を探して解決して、で、狭い意味でのデザインでサービスとかものとかっていうのも作り出して世に送り出すと。っていうものがデザインっていうものなんですね。デザインの考え方っていうものが今の世の中とか困りごとにですね、マッチするんじゃないかと、いろんなデザイナーとかビジネスマンが気づき始めたわけですね。お気づきの方もいるかもしれないんですが、考え方っていうものはデザイナーじゃなくても、どんな人でも、ビジネスパーソンでも、主婦でも、学生でも、むちゃくちゃかなりの時間をかけなくても取り入れられますと。だからデザインの考え方って、誰もが持つことができて、かつ今の時代にすごくね、必要とされている貴重なものなんですね。結構難しい話になったんですが、これすごく大事なことで、裏腹にすごく大事なことで、デザインってむちゃくちゃ楽しいんですよね。ワクワクするんですね。これ問題が見つかった時とか、解決のアイデアが出た時とか、そのアイデアを形にできた時とか、そしてそれがお客さんに喜ばれた時とかってむちゃくちゃ楽しいんですね。デザインの定義には含まれていないんですが、でも多くの人がデザインって聞くと楽しくてワクワクする、ポジティブな印象を受けないですかね。それは当然見た目のですね、かっこいいとか可愛いとか美しいとか、だから見ていて楽しい、ワクワクするみたいなこともあるんですが、それが生み出される過程っていうのもまたね、すごい楽しいことなんですね。仕事で自分のアイデアが通った時、それってこういうことですかってまとめて特別的に喜ばれた時、嬉しいじゃないですか、シンプルに。そういうシンプルな楽しいワクワクするっていう感覚ってね、デザインは常にまとってるんですね。本当にね、本当のデザインってイメージしてたのにもっと楽しいって思ってもらって、より多くの人にデザインの知識をつけてもらえたらと思って、どんどん情報をね、配信してより細かく、よりわかりやすく工夫していきますので、ご期待くださいませ。デザインの深い話に入っていきたいと思うので、引き続きどうぞよろしくお願いします。面白くなっていくと感じた方は、チャンネル登録の方をお願いします。